はい、こんにちは。カードゲームの学校です。今回はですね、ビギニングオブザーバーエボリューションカップ環境で活躍するデッキを紹介いたします。それでは早速やっていきましょう。フェンリルガモン。ビギニングオブザーバーで新たなる力を獲得し、環境最前線に舞い戻ったフェンリルガモンデッキ。新規のウッコモンを採用することでデジタマの回転率を上げつつ、サーチを行うことが可能になりました。また、サーチの難しいテイマーがサーチできるようになったのもウッコモンを採用した恩恵の一つです。基本的なプランは変わらず、フェンリルガモンの連続アタックを駆使したワンショットを狙っていきます。今まで対処が難しかったメタデジモンは新規で出力されたソルガルモンで克服。以前のフェンリルガモンデッキとの変更点としてブラックテイルモンの採用がマストではなくなりました。というのも新規で出力されたディノビーモンが同じような役割を果たします。ディノビーモンは突進とパーティションを持っており、進化時にジョグレス進化をしていた場合、自分のトラッシュから特徴にフリーを持つレベル5以下のデジモン1体をノーコストで登場可能。その後ターン終了まで自分のデジモン1体に速攻を付与しプレイヤーにアタックできます。この速攻を付与する効果は速攻を付与した場合プレイヤーへのアタックをしなければならないですが、ジョグレス進化をしなくても速攻を得ることはできますので、通常進化の場合でも活躍することが可能です。また新規の SOC のカードは基本的に紫と赤で構成されているため、ジョグレスが容易なことや今後コントロールデッキが流行ったとしても緻密な戦術の採用が容易なのもこのデッキの特徴です。さらなる速さと強さを手に入れたフェンリルガモン、今季も環境最前線を駆け抜けます。ラピッドモン。ノメヨッコの活躍により環境に急増しているラピッドモンデッキ。発売から日が経つにつれて評価が上がり続けているデッキです。このデッキの強さのほとんどは新規で収録されたラピッドモン X 交代とアドバンスデッキダブル台風に収録されたセントガルゴモンエースに集約されていると言っても過言ではありません。新規で収録されたラピッドモン X 交代は緑木のレベル5から3コスト、特殊進化としてラピッドモンから4コストで進化できるレベル6デジモンです。特殊進化のラピッドモンからの進化はレベルの指定はないので、レベル4のラピッドモンからも進化できるので覚えておきましょう。その効果はアーマーパージを持っていることと、進化時に相手のデジモン全てをレストさせる。その後このデジモンでアタックできる。さらにお互いのターン、このデジモンの進化元にラピッドモンか X 交代があれば、レスト状態の相手デジモン全ての DP をマイナス4000する効果と、お互いのターンに1回相手デジモンの DP が0になるか、バトルで消滅した時メモリーをプラスにします。本デッキの特徴はラピッドモンの特徴でもあるレストや DP マイナスを駆使した場の制圧と、レベル4からレベル6に特殊進化できるリミックを活用した高速展開を主軸に戦っていきます。現在活躍しているデッキはウッコモンを活用したアグロ系の動きが多く、低 DP のデジモンが中心となっているため、このラピッドモン X 交代が場にあるだけで今環境のデッキの多くは行動を制限されてしまいます。また現在活躍中のキワクチンにもマグナモン X と共に採用されていたり、流行りのヌメヨッコデッキにも採用されるなど旬のデッキに引っ張りだこなカードです。基本的にはダブル台風のギミックを使い、低コストでのテイマー登場や進化コスト軽減を使って場持ちのいいアーマー対ラピッドモンを展開。ラピッドモン X 交代に進化し場の制圧や強力な S デジモンであるセントガルゴモンエースを使い相手のアタックを迎撃していきます。ラピッドモン X は違い、セントガルゴモンエースはラピッドモン名称のデジモンから進化できるため、ラピッドモン X 交代からも進化、ブラスト進化ができるためアタックの際は注意しましょう。緑と木の美味しいところを詰め込んだようなラピッドモンデッキ。場への干渉力であれば今季1かもしれませんが、セキュリティアタック性能が低く、しっかりプレイングを磨かないと長期戦になってしまうこともしばしば。今季注目のデッキですが、使用の際は時間切れに注意しましょう。マグナモン。デジカ初の3色カードとして公開され界隈を沸かせたこのカード、相手の効果を受けない完全耐性で環境で活躍しています。新規で収録されたマグナモン X 交代は青、黄、黒のレベル5から4コスト、マグナモン名称の2色のデジモンから5コストで進化できるレベル5デジモンです。こちらもラピッドモン X 同様、特殊進化のマグナモン名称の2色のデジモンからの進化にレベルの指定はないので、レベル4のマグナモンはもちろんレベル6のマグナモン X からの進化もできるので覚えておきましょう。その効果はアーマーパージとブロッカーを持ち、進化時にこのデジモンの進化元にマグナモン X 交代か特徴にアーマー体を持つデジモンがいれば、相手ターン終了までこのデジモンは相手の効果を受けず DP プラス3000、その後このデジモンをアクティブにします。さらにお互いのターンに1回セキュリティが減った時、自身の進化時効果1つを発揮可能です。注目なのがこの完全耐性。今まで特定の効果に対する耐性を持つデジモンは複数存在しましたが、条件こそありますが相手の効果全てに対する耐性を持っています。さらに DP アップも可能なため、進化時効果で最低 DP15000、お互いのターン効果もフルに使えばマックス21000まで DP を上げることも可能です。ただこの完全耐性にも抜け道はあります。この耐性は相手ターンの終了までですので、新規のシルフィーモンやホーリードラモンなどの効果が相手ターンまで持ち越す効果で対抗することが可能です。またこの耐性は進化した次のターンは原則セキュリティを減らすことで発揮させることになるので、効果やセキュリティアタックで自分か相手のセキュリティを減らす必要があります。セキュリティアタックの場合、マグナモン X の効果より前にセキュリティ効果の処理が入りますので、セキュリティオプションなどには注意が必要です。青軸であっても基本的にマグナモン X には木が含まれていますので、絶好調なので自発的にセキュリティを減らす
ことで対処が可能です。また、青軸ではなく、木ワクチンデッキにも採用されており、こちらはラピッドモン X 抗体とともに採用されています。2段のライズグレーモンから進化できれば、自身のアクティブ効果も含めてセキュリティを4枚削ることもできるため、木のデッキにもかかわらず速度を出すことも可能です。その鉄壁の防御を破ることは難しく、その圧倒的な耐性と高い DP で環境を制圧していきます。ヌメウッコ。昨年末頃から数を増やし、ビギニングオブザーバー発売後、すぐに環境入りを果たしたこのデッキ。ウッコモンのデジ玉回転力とヌメモンの展開力を生かしたデッキです。基本的にこのデッキは小粒デジモンで積極的にアタックをしていくアグロ系デッキに該当しますが、従来までのアグロデッキと大きく違うのがその展開力。その核となるのがヌメモン X 抗体とプラチナヌメモン。ヌメモン X 抗体は黒のレベル3から2コスト、名称にヌメモンを含み、特徴に X 抗体を持たないレベル4から0コストで進化できるレベル4デジモンです。その効果はお互いのターンに自身の進化元にヌメモンか X 抗体がある間、消滅時自身のトラッシュからヌメモン名称のデジモン1体をノーコストで登場できる効果を得ます。そして進化元効果も消滅時に自身のトラッシュからヌメモン名称のデジモン1体をノーコストで登場できます。この消滅時効果にレベルの制限はありませんので、基本的にはプラチナヌメモンを登場させます。プラチナヌメモンはキ黒のレベル5から3コスト、ヌメモン門左衛門名称のレベル5から3コストで進化できるレベル6デジモンです。その効果は登場時進化時に自分の手札からヌメモン名称のカード1枚を破棄することでメモリープラス2、さらに消滅時に自分の手札からヌメモンか門左衛門名称のレベル5以下のデジモンカード1体をノーコストで登場可能です。この登場時効果がかなり厄介で、ヌメモン X 抗体の消滅時効果からの登場であれば、自分のターンであればメモリーを増やしながらレベル6デジモンを登場できるので、シャイングレーモンルインモードへ進化し、相手の動きを妨害することや、相手ターンでも登場時効果が有効ですので、メモリーを動かして相手の動きを制限することが可能です。また、消滅時効果で登場させたいのが門左衛門。門左衛門は木のレベル4から4コスト、ヌメモン名称のレベル4から3コストで進化できるレベル5デジモンで、登場時に自分のトラッシュからヌメモン名称を含むデジモンカード1体を進化元に置くことでメモリープラス2、さらに登場時進化時に相手ターン終了まで相手のデジモン1体に DP-3000 とセキュリティアタック -1 を付与します。進化元効果はこのデジモンが名称に門左衛門、ヌメモンを持つ間セキュリティアタックプラス1を得ます。こちらも相手ターンでも登場時効果は有効ですので、メモリーを動かして相手の動きを制限することが可能です。さらに門左衛門 X 抗体に進化することによってさらに展開を一つ相手のデジモンの除去も可能です。門左衛門 X 抗体は黒木のレベル5から3コスト、名称に門左衛門を含み特徴に X 抗体を持たないレベル5から0コストで進化できるレベル5デジモンです。その効果は進化時にこのデジモンの進化元に門左衛門か X 抗体があるなら、自分の手札からヌメモンかレベル3デジモン1体をノーコストで登場可能です。またお互いのターンに1回、他の自分のデジモンが登場した時、相手ターン終了まで相手デジモン1体を自分のデジモン1体ごとに DP-2000 します。基本的にこのデッキは多くの場合起点となるヌメモンを登場することから始まりますので、その起点デジモンを迅速に除去することで相手の展開を妨害することが可能です。また除去には基本的にデジモンの効果を駆使した DP- を活用するため、マグナモン X 抗体やタイラントカプテリモンのようなデジモンの効果を受けないデジモンや DP- 耐性のあるデジモンがいると比較的自分のデジモンを減らさずに対抗が可能です。とはいえ本デッキは速度と展開力がとんでもないので、耐えるだけでは数の差で負けてしまいます。セキュリティの裏目が基本ないので積極的に攻めていきましょう。今季最強なのがまさかのヌメモンでびっくりですが、その速度と対応力で今季最前線を駆け抜けます。最後までご視聴いただきありがとうございます。今季はビギニングオブザーバーエボリューションカップ環境で活躍しているデッキを紹介しました。メタが回り環境デッキが絞られてきましたので、今環境の仮想敵やデッキビルドの叩き台として役立ててもらえると嬉しいです。それでは次の動画でお会いしましょう。さよなら。